プロジェクターっていろんな種類あるけど、どれを買ったらいいかわからないという方結構多いと思うんですけども、今回はそんな方に向けて、照明一体型のアラジン X、モバイルプロジェクターのアラジンポカ、超単焦点プロジェクターのアラジンマルカマックス、それぞれどんな人にどのモデルがおすすめなのかっていうのを紹介していきます。早速チェックしていきましょう。まず一つ目はアラジンシリーズの代名詞、照明一体型のアラジン X2 プラス。このモデル最大の魅力はシーリングライト一体型なので置き場所を全く取らないこと。通常のプロジェクターだとプロジェクターを置くための場所が必要だったり、プロジェクターの正面を取ると画面が隠れることがあるんだけど、アラジン X は天井に取り付けるので人が通って画面を遮ることもないし、プロジェクターを置く場所が必要ないので部屋がかなりスッキリします。取り付け自体もかなり簡単になっていて、普通のシーリングライト同様、天井にある引っ掛けシーリングにガチャッと取り付けるだけで設置することができます。そしてアラジン X2 は筐体自体も大きくて、電力もシーリングライトの部分から持ってこれるので、スペック自体も高くなっています。レンズに関しては単焦点レンズを搭載しているので、普通のプロジェクターと比べて壁までの距離が同じでも大画面を投影することができます。具体的には壁から 0.85 メートルで40インチ、2.09 メートル離せば最大120インチの超大画面で映像を投影することができます。で、投影位置の幅も広くて上下もかなり調整することができます。で、映像に関しては解像度はフル HD なので映像もきめ細かいし、明るさは900アンシルーメンになっているので、昼間でも少しカーテンを閉めてあげれば映像を楽しめるレベルの明るさになっています。もちろん夜真っ暗な状態にすればかなりくっきりと投影することができます。そしてアラジンといえばやっぱり独自アプリ、子供向けのアプリがたくさん入っています。例えば有名な声優が朗読してくれる世界の絵本だったり、めちゃめちゃ流行ったアラジンオリジナルのスイカゲームだったり、子供の身長を測れるタケノコ背比べ、メジャーがなくても簡単に身長を測れるし、データを保存しておくこともできるので、毎月測って1年でどのくらい成長したのかを振り返ることもできます。あとは SNS でよく見る壁時計もあります。他にも別売りのアラジンマイク2を使えば家で本格的なカラオケをすることもできるし、アラジンコネクター2を使えばゲーム機も HDMI 接続で大画面でプレイすることもできます。で、映像だけじゃなくて音も良くて、ハーマンカードン製の 8W のスピーカーを2機搭載しているので音質もバッチリです。もちろん YouTube など映像サービスもインストールできるので、スマホを接続しなくても単体で映像を楽しむこともできます。ただ一つだけ注意点があって、YouTube の場合は倍速再生とかは対応していないので、そこだけは残念ポイント。アラジン X はとにかく部屋の場所を取らずにプロジェクターを使いたいっていう方におすすめなモデルになっています。価格は129,800円。X2 ライトっていう3万円安い高コスパモデルもあります。そちら単体でのロング動画も出してますので、概要欄からチェックしてみてください。続いて2つ目はアラジンポカ。アラジン X 初のポータブルプロジェクターになります。このモデルの魅力は 1.31kg と片手で持てる軽さで、バッテリーを搭載しているのでコンセントがない場所でもどこでも使えること。この360度ジンバルと自動補正機能も充実しているので、普段はリビングで投影してあげて、寝るときは寝室に持って行って天井に向けてあげて寝ながら映像を楽しむこともできます。もちろんこのポカもハーマンカード製の 6W のスピーカーを2つ搭載しているので音質も満足できるし、蓋を閉じてあげれば、こちら Bluetooth スピーカーとしても使えるし、こんな感じでムードライトとしても使えちゃいます。これ音楽を流すと、ここの部分も音楽に合わせて光る設定にすることもできます。映像に関してはフル HD の解像度で、明るさは550アンシルーメン。結構このモバイルプロジェクターだと200アンシルーメンとか300アンシルーメンのものもあるんですけども、こちらは550アンシルーメンということで、ポータブルプロジェクターの中ではかなり高輝度なモデルになっています。やっぱり据え置きのホームプロジェクターと比べると暗くはなるんですけども、他社製のポータブルプロジェクターと比べると約2倍の明るさがあります。で、内蔵バッテリーに関してはなんと2万ミリアンペアということで大容量になっているので、映画なら約 2.5 時間、音楽再生なら約6時間再生することができます。で、こちらももちろんアラジン OS を搭載しているので、アラジンオリジナルアプリを使うこともできるし、YouTube や Netflix、Amazon プライムビデオ、TVer など主要な映像サービスを見ることができます。こんな感じでリモコンにショートカットキーがついているのも地味に便利。あとこんな感じでミニリモコンもついてます。で、あとはこちら側面に HDMI 端子もついているので、ゲーム機を繋いだりすることなんかもできます。で、そしてこのポカはもう一つ面白い機能があって、それがこの専用のレンズ。2種類あるんですけども、この専用レンズをつけることによって幻想
動的な映像を投影することなんかもできます。このアラジンポカはリビング、寝室、友達の家に持ってったり、いろんな場所で大画面を楽しみたいっていう方におすすめなモデルになっています。価格は69,900円。続いて3つ目は超単焦点プロジェクターのアラジンマルカマックス。超単焦点プロジェクターっていうのは簡単に言うと壁との距離が超近くても投影できるプロジェクターになります。通常のプロジェクターは100インチを映すのにだいたいね3メートルから4メートル必要なんですけども、マルカマックスに関してはなんと 17.8 センチ壁と離すだけで100インチの大画面を投影することができちゃいます。もちろん壁の下にそのまま置いてもいいし、ベッドの足元やキャビネットの上、テレビボードに置いても OK。デザインもシンプルでどんな場所にも馴染むデザインになっています。で、このプロジェクターに関しては据え置きプロジェクターということでスペックかなり高くなっていて、まず解像度は 4K、かなり高精細な映像になっていて、明るさはなんと驚異の2500アンシルーメン。日中の明るい場所でもくっきりと映像を投影することができます。で、色域も DCI-P399% カバーではっきりした色味で映像を楽しむことができます。で、こちら音質もかなり良くて、高音域用の 20W のスピーカーが2つ、中低音用の 20W のスピーカーが2つの合計最大 80W。映像も音質も映画館並みになっています。もちろん補正機能もあって、オートフォーカスや自動台形補正。で、あとは壁の凹凸を補正してくれる凹凸自動補正機能や、白くない壁でも色を補正してくれる自動壁色補正なんかの充実した補正機能も搭載されています。ただ古めの家のような壁紙の凹凸が大きいものだと少し目立つので、マルカマックスを使うならスクリーンを別で購入して映すのがおすすめです。で、端子も充実してて、HDMI 端子は3つ。1つは EARC 対応で外部スピーカーをつなぐこともできるし、USB2.0 も3つ。有線 LAN、光デジタル端子 3.5mm のオーディオジャックと、端子に関しても困ることないし、無線規格も Wi-Fi 6と Bluetooth 5.2 で高速にデータ通信ができます。で、このマルカマックスどんな人にお勧めするかというと、やっぱり場所を取らずに映画館並みの画質、画面の大きさ、そして音質を楽しみたいっていう人におすすめ。価格は379,800円とかなり高めではあるんですけども、大型のテレビも50万とかするものも多いんで、それと比べるとちょっと安めになっています。ということでいかがでしたでしょうか？個人的に一番お気に入りなのはやっぱり照明一体型のアラジン X2 シリーズ。今までついていた普通のシーリングライトと交換するだけで場所を取らないし、単焦点レンズを搭載しているので壁との距離を離せなくても大画面で投影することができるので、1K のような狭い部屋でも広い部屋でもどんな人にでもお勧めできます。で、このシリーズに関しては最近アラジンがアップグレードした新製品2つ準備中らしいです。これもかなり楽しみ。ということでプロジェクター選びなんとなく分かったと思います。この動画見てどのプロジェクターが気に入ったのかぜひコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。